こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は建設業に特化をして活用していただきたい助成金をご紹介をしていきたいと思います。なぜ今建設業に特化をしてご紹介をするかというと、今2030年問題というのが取り上げられています。以前はですね、2024年問題、2025年問題とありましたが、今は建設業において2030年問題への対応というのが非常に課題になっているという状況になっております。そんな中でですね、建設業、比較的あまり助成金を活用しない企業が多いと思うのが個人的な感想になりますので、建設業で活用できる助成金というのを全体としてご紹介をしていきたいと思います。今回の概要ですけれど、まずは建設業の現状について見ていきたいと思います。建設業における倒産件数、そして人手不足と言われておりますけれど、こちら技能者、技術者ありますけれど、技能者に関しての不足数等を見ていっている。その上で、建設業が活用できる助成金の一覧ということで、採用面において活用できる助成金、そして教育面で活用できる助成金について見ていった上で、ではこれから迎える2030年問題、どのように乗り越えるのか、2030年問題とはどのようなものかについて見ていきます。そして、もう採用もできない、教育もできない、もうなかなか難しいといった場合、ではうちの会社ではどのようなといったことがあるかと思いますが、その場合、外国人雇用という選択肢もあります。そもそもですね、私も建設関係に関わっていた部分もありますし、今現状外国人に関する建設業、かなり多くの会社さん取り扱っていることもありますので、少しご紹介をしていきたいと思います。まずは建設業の現状について見ていきたいと思います。グラフを見ていただくとわかるように、建設業における人手不足倒産というのが非常に増えてきている。こちらはですね、人手不足倒産上半期の推移ではありますけれど、上半期において過去最高の水準を更新をしているという状況で、建設業も例外ではないという状況になっております。そんな中でですね、建設業、現場の方が足りない、技能者が足りないというふうに言われております。もちろん技術者、施工管理が足りないというのもありますけれど、技能者に関しては2010年の段階で331万人だったのが、2024年では300万人になって、この14年、5年で1割減少をしているという現状になっております。では、建設技能者が減っている理由ですけれど、これは建設業だけではありませんが、人件費が高騰している、最低賃金も上がってきているといったところ、そしてですね、従業員の高齢化、特に建設業に関しては高齢化が著しい、激しいというふうに言われております。また、業種特有ではありますけれど、高い離職率というのも課題になっている、お休みの問題、時間外労働の問題、そういったところからですね、若手が退職をしてしまうといった状況。こんな中で、今後の5年後に自社の中に何人残っているかというのを検討する必要があります。高い離職率によってですね、採用をしても経験の浅い人材が短期間で離職をしてしまって、育成コストが回収できない。その結果、企業経営を圧迫をしていくという悪循環に陥りつつあるという状況になっております。こんな中でですね、企業経営を圧迫しないためにも、できる限り助成金等を活用していただいて、企業経営に寄与してもらえればと思っております。では、建設業界において活用できる助成金ですけれど、全体としては人材確保、職場環境の改善に活用できる助成金、そしてスキルアップ、能力向上のために活用できる助成金、大きく2種類にあるかと思います。人材確保、職場改善において活用できる助成金としては、トライアル雇用助成金というのがあります。また、人材確保と支援助成金というのもあります。この人材確保と支援助成金はその中で建設が使えるのは4種類あります。
そして、今回お勧めしたいのは、この人材確保と支援助成金の中にあります、建設キャリアアップシステム等活用促進コース。以前は違う名前でしたけど、令和7年度に新しく作られたコースで、かなり知られていない、活用されていない助成金のコースかと個人的には思っております。これは非常にお勧めではありますが、では何かというと、CCUS、建設キャリアアップシステムに全従業員が、関与者は全員登録をするという形。ただ、登録に関しては簡易版ではなくて詳細版登録という形になりますが、その上で賃金を 5% 以上アップする場合は、1人16万円支給してもらえる。これは年間で10人までとなっておりますが、建設キャリアアップの活用促進といったところでの、いわゆる助成金という形になっております。また、スキルアップのための助成金としてあるのが人材開発支援助成金ですけれど、こちら建設関係としては2種類設けられておりまして、認定職業訓練ですとか、指導員訓練などに対して助成がされるものになっております。そして特にですね、使ってほしいのは建設労働者技能の実習コースです。建設業においては安全性教育、特別教育やってると思いますので、それを使う場合にはぜひ使ってほしいと思います。その他、建設業の事業主団体等を対象とした助成金等もありますけれど、それは今回はちょっと割愛をさせていただきます。企業単独で申請ができる助成金、これら全部で3つの助成金になりますけれど、ぜひ活用をしてほしいと思います。こういった形で職場の改善が難しい、また教育研修も難しい、そのため人材確保は難しい、人手不足が厳しいという状況ですけれど、やはり職場改善は継続して行っていただかなければいけませんけれど、やはり近年増えているのは外国人雇用というところになっております。こちらは全業種と建設業における外国人の雇用数の推移になっております。こちらはですね、技能実習と特定技能になっていますので、いわゆる技能者になっておりますが、技術者に関しては、これらの在留資格では雇用できませんので、いわゆる技術人文知識国際業務によって採用をしていただくという形になりますが、こちらもですね、過去10年で8倍に増加をしているという状況になっております。そして建設業においては2024年の段階で約17万人が就労をしているという状況になっております。この建設業における外国人雇用ですね、育成就労に今後なっていきますが、技能実習と特定技能の2種類で外国人雇用が採用が可能という形ですが、主な要件として、やはり一番ネックになるのは建設業許可の取得ではないでしょうか。ここ登録だけではダメですので、建設業の許可を取得をしている。またその上でですね、建設業の団体への加入。ここは、複数分野がある中で建設業だけはかなりコストがかかってくる。だいたい年間で安いところで年間10万円ぐらいですね、団体加入としての費用が発生するという状況。さらにですね、建設キャリアアップの登録もしていかなければいけない。そして、育成就労制度が始まりますけれど、育成就労制度と特定技能の方に合わせてに関しては、在留資格の申請のみならず、その前段階として国土交通省の計画認定も取らなければいけない。かなり、手続きが煩雑複雑でコストもかかるということになりますので、やはり外国人雇用というのを安くというのは大きな間違いではあります。また雇用管理、また建設業においては立ち入りの調査等も定期的にありますので、他業種に比べて費用は確実にかかる。また、労務管理も外国人だからといって適当ではいけなく、日本人の雇用管理以上の雇用管理をしていかないと、税制改善が出てしまうという。また、建設業の希望外国人、最近減っているというのが現状です。かなり多くの方が日本に来ている部分もありますので、円安、そして賃金安といったところもあって、
他の国に流れてしまっているというのもよく聞くようになってきました。その上ですね、厳格適正な労務管理とキャリアアッププランというのを検討してもらった上で外国人雇用を進めてもらえればと思います。そんな中の建設業の2030年問題ですけれど、2024年問題というのが時間外労働の上限規制というのがありました。そして2025年においては団塊世代が75歳以上、後期高齢者になるといったところ、そして2030年においては人口の3分の1が65歳以上退職世代になるといった状況になってきますので、今後建設業だけではありませんが、建設業の市場規模、まだまだどんどん増えていく中でですね、受注はできても着工ができないという状況が見て取れる状況になってきます。こんな中でですね、自社がどのように対応していくかというのは検討しなければいけないという状況で、まずは5年後の組織体制というのをイメージしてほしいと思います。どのくらい退職者がいるのか、そして平均年齢は個人事業主として委託をするケースもありますけれど、そちらもですね、引き手あまたになって価格が今どんどん上がってきているので、外に触れないという状況になってきています。そして今の自社の現状の把握ですね、業務効率化が必要なのか、人材確保が必要なのか、業務効率化、よく言われますが、進めていく上で、高年齢者の方が多い中で IT 対応ができるのか、それをサポートする人材がいるのか、そういったところもですね、よく考えてほしいと思います。人材確保に関しては国内人材を採用するのか、海外人材なのかといったところですけれど、やはり国内国外に関わらず労務環境の整備というのは必要になってきます。また海外に関しては、技能実習が終了して育成就労制度が始まるという形になっておりまして、私の方ももうすでに技能実習の方はほぼ、新規の受け入れは終了をして、育成就労制度の準備を進めているという状況になっております。このようにですね、建設業少し特有な状況がありまして、IT 化を対応するのであれば、習得活用の仕組みを構築していかなければ、浸透していかない。また、人材なのであれば、雇用環境整備とキャリアプランも検討していかなければいけないという状況になっております。では、自社でどのように対応したらというと、建設業、各種業種があります。それぞれの業種によって、そして規模によって変わってきます。IT 化を検討してみたい、人材採用を検討してみたい、雇用環境を整備していきたい、そういった状況いろいろあるかと思います。様々な問題あるかと思いますが、まずは専門家にご相談をいただければと思います。ご相談の上で、まずは情報収集が第一歩だと考えております。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。